ちょっと技を見ていただきたいと思います。じゃあこっていうのが一番技なんですけど、怖いな。でもそれこそ今は流れでやってるんで、一つ一つ意外と理にかなっているので、ぜひ桜庭選手にも技を受けていただきたいなと思います。あんまり連続は無理です。ゆっくりゆっくり。地方投げっていうのが立ちで、実はこういう危ない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 。こういうこれなんですよ。高野選手も使ってますよね。それがこの四方投げというものだと思って、肩のエラーがあるんですよ。また危ない危ない危ないこういう危ないです。そうなんですよ。でも桜庭選手使ってるんですよ、それを。この中で危ないことしてたんです。そうなんです。めちゃめちゃ速い速度で桜庭選手使ってたんですよ。しかももっとエフェクティブにここでクワンって回ってたんで。あとは関節は決めないんですけど、隅落としっていう面白い体重の仕方。さっきのこれも気になった。これですか。これで飛行機投げ。あれはちょっと普通の合気道じゃないんですけど、裏側先ほど道着あるとまさに本当に道着あるからできる技。普通の逆さまの飛行機投げですよね。レースリングでは本当に飛行機投げで裏側で。めっちゃ気になりますから、後ろからこれ持ってるので。でも本当道着ないと絶対できないものです。で、髪の毛掴んでる。髪の毛掴んだら髪取れちゃいます。で髪が本当確かにエフェクティブがあるんですが危ないすぎます。ロン毛の人。さあ行くぞ。で関節決めない技があるんですよ。例えばこう隅落としっていうんですか。これはですね。めっちゃ面白い。結構体重かか効率でね。こういう感じでかかってくるんですよ。テコだ。テコで関節は決まってないですけど結構テコダウンですよね。グッとかかります。もう一回やってください。おお、すげえ。ちょっとこれ使おう。今度。よくフレーム面を大きくしながら。おお。一瞬で。体重何キロですか？体重私57キロ。うわ、嘘。70キロとか80キロぐらいの人に押されてる感じですね。でも本当そうなんです。体重グッと一点に。もう一回。いきます。おお、すげえ。すげえ。ちょっとマジでこれやろう。ここから本当に一点にグッて肩が上がらないように体重をかけて真ん中にそう、いいですね、バッチリです。本当に来てますいいです、バッチリバッチリです。これをもうちょっとグッと体重かかればいいですね。よどみなくこう最後例えばフッと止まった後体重が上げ続ければ一回じゃなくてちょっとずつガッと踏ん張ってもう一回やる。でもう一回そう。おお、硬いでわかりなさい。体重のせるのかなりイメージしました。さすが IQ レスラーです。ぜひ使ってください。いつもの癖でこういっちゃうんですよね。アンダークですね。絶対きますね。かかんない。抜いてください。ちょっといいイメージ。収穫ありました。面白い。最後ですね。ちょっと合気道を応用した技で。これは合気道じゃない。
マスさんといえば現役時代超ギラギラしてたじゃないですか、は実際こう絡まれた時ってあります？い、なるべく、はい、そういう場面に出くわさないようにしてましたよね。絡まれるような場所にまず行かない。ご神完成ですね。で万が一こう掴まれた時の技があるのでちょっとそれを体験していただきたいと思います。掴まれたらこういう優しい技で、おお、そうした。おお、いいですね。受けた人も気持ちいい。確かに痛くない。そう、痛くなくてスパッと生成。ちょっとやんちゃな人ってこういうムラムラ掴みたがりますよね。ちょっとゆっくりいいですか？こういう感じじゃあ。なるほど。痛くないですよね。痛くない。でもこれやられたらもうなんかこいつやばいやつだなと思う。なりますね。多分。でやりすぎてないですよね。やりすぎてない。はい、そしてその間に逃げられるし。そう。ご真実に最適なのですよね。でもっと柔らかく掴んだ方が相手反発しないです。ほらこうやったら強いじゃないですか。柔らかく。でも隙間はなし。そう、隙間なし。あとは瞬間にスッとやって、そう。いいですね。上手ですね。これめっちゃいいの。はい。いいですね。ちょっと掴んで。はい。おお、これめちゃくちゃいいな。すごいすごい。これを持ったままだっていいですね。ちょっと書いてほしいですか。ここを持ったままさらに軸ができるので。これいいな。ここ持ったまま。そうすると万が一押さえ、うつ伏せにすることができる。なるほど。はい、できます。これ量絡まりに行くぞ。こういう感じですね。ゆっくりいきます。ここから。はい、これです。これです。体を起こすだけなんで。これやばいな。やばいですね、これ。やばいですよ。面白い投げ技いきます。ちょっとこう誤審じゃなくなってきますけど、こういうほら、こういう投げ技。じゃ強くそれを抜きます。で抜いた後に。面白いね、これ真実。ちょうど押さえなんです。ちょうど筆の状態の時でもだから同じようにそう来た時に迷いないですよね。合気道の自由技といって本当に自由に投げたいと思います。投げます。初めて見ましたね。初めて見る投げ技。小手返し。まさに小手返しで相手の手首関節を取って手のひらを合わせます。でここは柔らかく円を描くようにこうきれいに。これ質問なんで、いつも俺質問なんだけど、持たれて、でこっからやる人と一回こう引っ込んでやる人といるじゃない。何パターンかあります。これどっちがいいの？両方その状況によります。例えば持ち手がすごい強い場合、離れないのですと。今はうまく肘を逆側にと逆。肘をまず離れないので普通なかなか離れないですよ。そのまま。それ服と一緒にやっちゃうんだ。あるいは今一周外れるので外れた後に肘当てます。肘で。いや、すごい実践的、いいね。白川流ですよ、白川流。見たことないもん、他の合気道で。そうなんですか。変化技。もう彼のね、独自の技ですよ。合気道の最先端ですよ。手の通り返すので受け身。前田さんが勝手に自分で倒れたように見えたんですけど、倒れなかったら決まっちゃう。あ、やっぱり決まっちゃう。手が決まる。一瞬で決まる。うまい。すごい。やれ巨大に巨大ってなんかいろんな技あるじゃない。全部自分なりの理解解釈を入れるんですよね。多分。それが美しい合気道かもしれないですね。
前田さんぐらい体でかい人には肩を入れながら、どうしよう。はい、その、はい、こう持っていただいたらこういうふうに体重かかるので、はい、失礼します。この運足をもっとなんかシャープにできないのね。進化バージョンありまして、速で入るんです。決めたら一気に入っていきます。いや実践的。相手の肩はこんなんじゃないでしょ。あ、肩は違います。肩は今違うはい、1、2。でも自分なりに崩してはい。短絡化して、素晴らしい。前田さんの今まで知ってた合気道ともちょっと違うんですか？いやもうこんなことやったらいいのにこうやって背中こうやって切ったら終わりやんけとかね一般的どいつも隙がないです隙が。なるほど、そう。こうやって待ってボンと膝蹴り入るなとかさ。でこう突き飛ばされたらどうなるのとかさ。それはないです。すごい。